不動産屋さんの怪談です。これは今から30数年前の私が経験した話です。当時日本はバブル景気の頃でした。私の友人の S さんという人がいるのですが、吉祥寺にある実家のご両親が海外旅行で一月ほど留守にするので、S さんに実家の留守番をしてほしいと頼んできました。そこで S さんと S さんの旦那さんとで実家の留守を預かることになりました。しばらくしてから S さんは私に「今実家にいるから泊まりに来ない?」と誘ってきたので、当時4歳の娘と10日間ほど泊まりに行くことにしました。毎日昼間はファミコンゲームをしたり公園に行ったりして過ごし、夜は S さん夫婦と私の大人3人で夜中の1時過ぎまで世間話などをして過ごしていました。1週間ぐらい経った頃です。その日の夜、いつものように世間話をしていたのですが、なぜか私は気が乗らなくて会話が弾まなかったんです。それを察したのか、友達夫婦も気を利かせて今日は早く寝ようかということで12時前にみんな床に着くことにしました。いつも S さん夫婦は2階の寝室で、私は1階のリビングの隣の座敷で寝ていました。私の布団は襖の真横に敷き、その私の隣の奥に娘の布団が敷いてあり、その夜娘はぐっすり寝ていました。3月初めでまだ寒い時期でした。本当は危ないのですが、私の布団と襖の間に少し布団から離して電気ストーブを置いて、つけたままで横になりました。疲れていたのもあり、私はすぐに深い眠りに入ったようです。何時間ぐらい経った頃でしょうか。突然私の布団の上を誰かが私の両足を挟むようにドサッドサッと踏みつけてまたいだのでした。その衝撃で私は目が覚め、あれ、一体誰が部屋に入ってきたのと思いました。最初は S さんがタバコか何かを取りに来たのかと思いましたが、それにしては私を起こそうとばかりに布団を踏みつけていたので、そんなわけがないと瞬時に思い、次に考えたのは泥棒だと思いました。でも泥棒ならなおさら静かにそっと入ってくるはずでした。考えたこの間ほんの2、3秒のことで、次の瞬間その何者かが私の布団の上を次は逆側からドサッドサッとまたいで私の左足元に戻ってきたのでした。それと同時に私は体が全く動かないことに気がつきました。生まれて初めて経験する金縛りです。その時の私の姿勢は襖側に顔を向けて横向きで寝ており、足元にいる何者かの下半身だけがかろうじて視界に入ってきました。私はこれはこの世のものではないなとすぐ気がつきました。それは男性で鮮やかな水色のズボンと白いソックスを履いていました。するとその男の幽霊は何かしきりに喋っているのです。それは真似するとこんな音です。こんな感じに聞こえました。それと同時になぜかお経が聞こえてきたのです。それは大勢のお坊さんたちが合唱のようにお経を唱えているように聞こえました。その男の霊はお経の合唱が聞こえる中、もごもご言いながら私の背後に動いていきました。そこには娘が寝ていたので、私の恐怖はマックスになりましたが、体が動かすことができません。とにかく早く消えていなくなれと念じていました。するとおかしなことが起こりました。私の背後に回ったその男の霊は、後ろで私の頭の上から人差し指を目の前10センチぐらいに差し出してきたのでした。そして何かを指して知らせようとしているのでした。私は心の中で何々と思いましたが、それは目の前の電気ストーブのことだとすぐ分かりました。この霊は電気ストーブを消し忘れたことを知らせようとしているんだ。そういうことなんだと男の霊の意図が分かり、
ほんの少しですが私の恐怖は減少しました。そして少なくとも娘に危害が及ばないということが分かっただけでもましでした。私は心の中で意味が分かったから消えてと頼んだら、その霊はまだ背後にいる強い気配を感じましたが、だんだんその気配が弱まり、いつの間にか彼の声もお経も聞こえなくなりました。でもまだ金縛りが解けなかったので、何とかしなくてはと、思いっきり体に力を入れて、横向きから仰向けに寝返りを打ちました。その瞬間、まるで霧が晴れたように、さっきまでのことは何だったんだろうというくらい、何もない元の座敷に戻っていました。もうその後は眠れません。早朝 S さん夫婦が起きてくるまで、ただ布団に入ったままじっとしていました。S さんが襖を開けたので、私は布団に入ったままで昨夜の話を全部しました。私の布団にどさどさまたがった話をすると、S さんの旦那さんが私の布団の足元を見て、幽霊が布団を踏んだ足跡がそのまま残っていると言いました。当時の布団は真綿で今の羽毛布団とは違って弾力性がなく、押したら元に戻らないので、踏んだ跡がそのままになっていました。S さんは特に驚きもせず、この実家はいろいろ心霊現象がある家なのよ、と言っていました。それ先に言ってよ、と思いました。彼女の体験談はまた別の機会に話しますね。ところで最後に一つ不思議に思うことがあります。その男性の幽霊のズボンが見えたと言いましたが、夜でしたので部屋の明かりはつけておらず、光源は電気ストーブの赤外線だけですので、今から思うとなんであそこまでズボンが鮮明な水色に見えたのかが不思議です。ひょっとして幽霊が私のところに来たのではなく、私が異次元の別世界に行ってしまったのかもしれません。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。